皆さんこんにちは。切り戻し剪定については私の動画では耳にタコだと思いますが、初心者の方にも分かりやすい説明をしてみようと思い、この動画を作ってみました。過去に何度か取り上げている現場でのそよ後の剪定を例に説明したいと思います。こちらは昨年の12月に撮った動画です。この時剪定した後の様子も見ながら現状を見てみましょう。こんにちは。ナンバー154では2018年、2020年、2022年の3回の手入れをご紹介し、ナンバー172では2023年5月の様子をご覧いただきました。毎回頭の部分を切って高さを維持していますので、その様子からご覧いただきましょう。ナンバー172の振り返りです。1年前に高さを下げるためここで切りました。と解説しているのがナンバー154でのこの場面です。また軒に当たるようになってきたので、前回切ったところよりもう一段下で切ります。これがすなわちこの部分です。今回の剪定では頭をここまで切り戻す予定です。これが2年前で、これが昨年の12月の様子です。昨年と今年の剪定前の様子です。実を残しつつ剪定したいと思います。今年の方が黄緑の葉っぱがまだ多いですね。それでは今年9月の剪定をご覧いただきます。まずは木の高さをどうするか考えます。軒に仕えていますから50センチぐらいは下げたいですね。この幹をどこまで切り戻すか考えます。というよりも残した枝先が美しく残るかどうか、これを想像します。ここで切った場合に残るのがこれとかこれとかこれですね。その枝先が使えるかどうかをまず見るんですよね。これ残る枝ですね。この辺が使えるか。これがてっぺんになるってことですか。あとこれですよね。これですね。そうすると高さはこの辺になるってことですね。この辺になる。あと下の方は実のなってるところをちょっと生かしたいんでね。飛び出たところは切り戻ししますけども、実がなければね、いっぱい切り戻せるんですけど、残すところを明確にしときましょう。つまり、これがなくなるんですね。全部なくすか、少し残すか考えますけど、ここにするかですね。もっといっちゃうかですけど。もうこれ自体はなくします。最低でもこの高さ。そういうレベルの話ですから、高枝切りでちょんちょん切ってもどうにもならないということは明白です。こういうのを例えば、切り戻ししたとしてもですね、このぐらいの枝までしか切れないですよね。このぐらいしか。この辺で切っていくとなると、切ったとしてもですね、あんまり小さくはならないですね。切れる太さも限られてますから。例えばこの辺を
切れるかな。難しいですよね。あ、違うとこ切っちゃったかな。さっきの高枝切りで切ったのこれですね。こういう風に失敗しちゃうんですよね。ここは比較的うまく切れてますけど。でもまあ本当は、ここでこう切りたいですよね。これもこの枝を残してここで切りたかったんですけど、一緒に切れちゃいました。そしたらまあこう直すとかですね。こう切れないとダメですね。まあそれはいいんですけど、これを残すかですね。まあ一段階ならここですよね。これとこれを残してこの辺の高さにするかですね。まあもっと行くんならここまで。ここで切っちゃう。これ全部なくなる。となるとこれもなくなる。これもなくなる。ということなんで、ちょっと極端すぎるかなと思えば、これを残しましょうか。今回はここで頭にしますので、どっちにしてもこれはいらないということで、ここで切ります。バークリッジを傷つけないように。ですから、これが通りのラインなんですね。枝の通りに垂直なラインっていうのはこうですよね。なので、これとバークリッジのだいたい真ん中辺の角度。ここら辺ですね。ここで切るってことです。これが頭の部分の切り戻しです。ここの切り口からは、こういう徒長枝というかね、この脇からこういうのがたくさん出ると思うんですけど、まあそれを芯にするか、どうするかですね、この出方を見て考えます。まずここは融合剤を塗っておきます。まあ立ち枝は切っちゃいますけど、まあただ頭なんでね、にやかして取っとくかな。残しとくかな。これもちょっとだらしないんですけどね。この辺をちょっと埋めときたいんで。あまりかっこよくないけど、まあ。これで次、ここに芯が当たってくれば、なんとかなるかな。こっちは一段下げるかどうかですけどね。これがちょっとゴツゴツはしてきてるんですけど、余計な枝を抜けば。この作業は切り戻しではなく、不要な枝を取り除くいわば間引き剪定です。この次ぐらいにはこれは捨てないとダメかもしれないね。同じようなところで切ってるってことですよね。こういう風になっちゃうんでね、ゴツゴツにね。まあこういう風になってきたら、他の枝で同じような方向をね、作る。これをなくして、こっちの枝で補っていけば、この塊がね、これをこうまた切ったとしても、どんどんゴツゴツになって、こう団子になっちゃうね。
だからどうか別の枝にね、例えばこれを捨ててここにコブごと捨てるとか、ここまで戻すとか、こんな風にして作り直していくと、コブが捨てられるんですね。さてお待たせしました。ここからが今回の本題である切り戻し剪定のヒントです。とは言っても時々違う切り方もします。例えば今やっているのは切り戻し剪定ではなく、忌み枝などの不要枝を取り除くいわば間引き剪定です。なるべくこの切り分けについては解説していきます。これは切り戻し剪定です。切り戻しした後に残る枝先にマーキングしておくと分かりやすいでしょう。おや、でっかいカメムシがいますね。近年北の方へとどんどん生息域を広げている外来種のキマダラカメムシです。そしてこちらには中国アミガサハゴロモもいました。これもカメムシの仲間です。どちらの虫もここ関東あたりでも年々急激に増えてきた気がします。話を戻します。これは一般的な切り戻し剪定です。次は忌み枝の一種である交差枝を取り除く作業です。交差枝になってるね。これはこれとこれが交差になってるんですね。もうこっちに越境してるし、これもこっち行かないでこっち行っちゃうんだよね。これなくす。なんならこっちもなくす。これもちょっと怪しいですよね。枝の出方がね。こっち行っちゃってるでしょ。なくす。これ残りましたよね。マーキングして切り戻します。この実が残したいけどちょっと無理かな。この辺まで行かないとダメですね。となるとこれもこの辺でということになるので、これはここまでですね。こういう切り口だとね、下から見るとそんなに目立たないんですね。こうなりますんでね。
して頭ですね。残してなくしたいけど、これは残すかね。こんな感じですね。お印つけた枝がこれですから、ここまで切り戻す。ちょっと残すか。立ち枝はなくしといた方がいいでしょうね。こうなりますね。この辺は切り詰めるしかないね。これは強いからなくす。これもちょっと切り詰めにしときましょうか。までとなると切り詰めってことになっちゃうね。切り戻しの要領がわからないうちはこのように地道にマーキングをしながら訓練すると、いつの日かマーキングなしで思ったところでスパッと切れるようになります。私の経験から申し上げますと、こういう技術はだんだんできるようになるというよりも、ある日突然ひらめきが降りてくるという感じです。なんだそういうことかという日がいつか必ず来ます。そしてそれに必要なのは理屈と想像力です。ご視聴ありがとうございました。